さあ沖縄工芸の森でね、いろいろな素敵な伝統工芸を見たんですけれども、今回は今日それぞれ紅型と藍染めを体験します。説明をお願いいたします。よろしくお願いします。はい、じゃあまず藍染めの説明を受けましょうかね。この中に自分の好きなイメージで模様を作ってください。なるほど、こういう目の前にあるものを使って、どんなグッズを使ってもいいですし、ただ布をぐちゃぐちゃだけでもいいので、ですし、世界に一つだけのものをそれによってじゃあ青の入り方、入るところ入らない、ここ入るここ入らないっていう。なるほど、じゃあこのビー玉を使ってとか、てるてる坊主のように下から入れて、ここをゴムで縛ります。布が重なったところが白く残ります。広げるまでどんな模様になってるかサプライズですので、サプライズで、インスピレーションでサプライズを狙っていきます。私は瓶型の何ですか、ヘアゴムですね。くるみボタンを使ったヘアゴムと、あとは同じくくるみボタンを使ったマグネットを今日は作っていただきます。これはカモンで、これはマグネットにする。で、これは桜の模様ですね。これも昔の瓶型から取った模様ですが、これを実際に染めて、でマグネットを作っていきます。じゃあ模様を先に選んだんですね。で色も選びました。おお、早い早い。クリスタル仕事早い。しっかり準備しましたよ。じゃあクリスタルは今日色付けっていうことですね。瓶型の。お互い頑張りましょう。ではまずはじめに、薄い色の絵の具を塗っていきます。この顔料なんですけれども、比較的白っぽい色が下の方に沈んでいるので、よくかき混ぜて、で、見てください。そんなでいいですね。で、入れ物の端でよくしごいて水分を取って、でそれからこちらの紙でできるだけさらに水分を取って、広く広く。そうですね、それぐらいで大丈夫かな。そうしたらこの布の上にできるだけ円を描くように広く広く薄く薄く塗っていってください。そうです、上手です。水色の部分は絵の具を弾くので、はみ出てもそこは気にしなくて大丈夫です。とってもいい感じですね。僕いろんな道具使ってちょっと謎の先生いろいろすごいやってるんですが、ビー玉も入ってますし、割り箸もくるんでます。そうですね。いろいろ、このゴムの跡が白く残ります。そうですよね。結構出来は想像できます？できません。プロの方でも僕のこのむちゃくちゃな組み合わせが想像できないそうですね。これを作ってる私でも想像がつきません。まずこれ何ですか？何でしょう？何に見えますかね？少し失敗したかもしれないです。そうなんですか？楽しみですね。いや、大丈夫ですね。はい、こちらの方はですね、戦闘服に着替えさせられましたけれども、今から何始まるのでしょうか？お願いします。お願いします。じゃあまずハンカチを水洗いしてください。水洗いするんですね。水につける。これは理由っていうか、空気に布に含まれている空気を抜くで、藍の液が浸透しやすくするように。そしたら染まりやすいですね。これぐらいでいいですか？じゃあこちらです。これをじゃあもう長く残せば残すほど色が変わるんですか？いえ、2分間まずつけていただいて、出して空気によって酸化させます。酸化するんですね。じゃあ2分ずつのなんかその染め重ねるたびに染め重ねで濃くなります。濃くなるんですね。スタート。なんか不思議な感じですね。こう何かでも見えます？緑になってます。こんな紫なのに、このね白い布に触れてる液が緑っぽく見えるんですね。で中でもみもみ、もみ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 、
じゃあ取り上げます。はい、持ち上げてください。持ち上げます。で持ち上げます。上げたら、この色何色ですか？緑です。はい、ブルーに染めるんですよね。はい。はい、緑ですね。なんかでも変色してきてますよ。そうなんです。空気に触れると、見て見て見て、これ緑だったのにどんどん青になってきてます。よく絞ってください。あ、絞るんですね。はい。よいしょそうすると酸化も早くなります。おお、なるほどな。どんどん青になってますね。じゃあまた2分いきましょうか。はい。はい、お願いします。では2回目いきます。じゃあ次は何ですか？はい、色を塗り終わったので、今度はアイロンで熱をかけていきます。今日使っていただいたのは樹脂顔料といって絵の具の中に樹脂が入っています。で熱をかけることで色がしっかりと布に定着するというものなので、今熱したアイロンがありますから、これを3秒ずつ123というふうに3回熱していってください。このままもう真上からで置く置くだけでいいです。1、2、3、こちら。怖いです。1、2、3。熱いうちにここにお水を用意しているので、この模様を下にしたまま、はい、このお水の中に全部漬け込んでください。はい、こういう感じです。そうですね。でもう一枚も、はい。はい。こうやって15分ぐらい待つと、さっき上に乗っていた水色のペーストが水に溶けて取れます。そうするとまず瓶型の布の完成になります。はい。15分ぐらいはちょっと休憩で待ってみてください。はい、わかりました。はい。はい。はい。ではじゃあこちらのシンクを着てください。じゃあ、はい、つけます入れてください。でよく水洗いをしてください。そうするとお水がお水が綺麗な青になっちゃってる。だんだん変わってきますね。ミントっぽい。どういう模様になると思う？変なものになると思います。絶対変な。バンソさんが作ったから。でもせめて変わってるって言ってもらっていいかな。変なじゃなくて。うわ、綺麗じゃないですか、多分。大成功。見たことがない模様じゃないですか。もうこれで終わりですか？はい、終わりです。すぐに結果が見られるのが藍染めのいいところです。あれゴミ箱だと思ったんです。ゴミ箱に捨てられると思った？クリスタル、ちょっとゴミ箱って思った？こっちから見るとなんかゴミ箱に見えるから。乾燥機でしょ。僕こんなに頑張って作った藍染めを捨てられたらもうフランス帰るよ。もう今日も飛行機に乗って帰るわ。さあクリスタルどうですか？じゃあ15分待ってて、次は何でしょうか？はい、15分経って、上に乗っかっていたペーストが水を含んで剥がれ落ちやすくなってます。なのでこれからこの中に手を入れていただいて、表面に乗っているペーストを優しく指のひらを使って落としてあげてください。さっきは糊が乗ったペーストが乗っていて模様がよくわからなかったと思うんですが、これが取れることによって新潟の模様がはっきり見えてくる面白い瞬間になると思います。前のじゃあこちらに出してくださいね。はい。布の出来上がりですね。こっち綺麗に模様が出ましたね。こちらは本当にすごく綺麗にクマも入って模様もはっきり出て綺麗に出来上がったと思います。沖縄伝統工芸染め物体験お互い終わりましたね。楽しかった。楽しかった。できました。じゃじゃーん。僕は藍染め。クリスタルはヘアバンドとマグネットです。マグネットですね。とっても楽しい作品だと思います。いありがとうございます。ろんな見方ができるので手法を変えたりしても楽しいと思います。いいですね。でもそれはもう本当にこのね
藍染めの良さでもあって、そうですね、誰が何を作ってもね、その見てる方向によってまた違うものに見えたり、僕は非常に濃いものになったかと思います。はい、色々がもりもり含まれている作品ではないかと思います。世界に一つだけの模様ですね。ですね。とっても色の雰囲気も違うし、あと丁寧にとても塗っていらっしゃったので、素晴らしい作品ができたと思います。ありがとうございます。体験はね、こちらでは沖縄工芸の森、もちろん染め物以外にもいろいろ織物体験、またね陶芸だったりいろいろあるので、皆さんもぜひぜひいろんな体験をしに来てみてください。皆さんありがとうございます。丁寧に教えていただいて。それでは See you, see you.